すごい丸見え。この下に3列目のシートが入ってるんですが、すごく使いやすくなったっていうのが久しぶりに乗ってええやんって思ったところです。ヒップポジションが前席に比べるとすごく高いんですよね。ちょっとじゃんけんしよっかみたいななんか助手席争奪戦みたいになりそうな気はします。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井裕樹です。今日はこちらメルセデス・ベンツの EQB250 プラスご紹介したいと思います。こちらですね、商品の改良が加えられまして、例えばバッテリー容量が拡大されて航続距離への不安がなくなったりとか、それからオプション設定がすごく充実したりとか、とにかくですね、装備がすごく上がってるんです。でその辺をねご紹介していきたいと思いますので、皆さん今日も最後までご覧ください。それではチャンネル登録と高評価で応援してください。自分でできる、簡単、早くて効果抜群、ダイヤモンドプラスシラザン50です。全然ツルツル。さあ、それではまずはフロントフェイスからいきたいと思います。この EQB なんですが、 EV では珍しい3列シートを備えた SUV ということで非常に注目をされています。もともと GLB 自体がものすごく可愛くてものすごいいいコンセプトなので、若い世代を中心に爆発的に売れている、価格設定もすごく良かったっていうのもありますけれども、この EQB 新しくなってからやっぱり少しですね EQ 感が増しました。はい、ご存知の通りですね、 EQ というのはメルセデス・ベンツの中の電動化、ピュア EV を表す商品群の一つの頭文字になっているんですけれども、この EQ の特徴はやはりですね、ブラックアウトされた、開口部のないこのグリル部分だと思うんですよね。でこれが改良前は平面だったんですけど、黒いパネルのこれ実はですね、こうやって見ると分かるでしょうか、一個一個がつぶつぶつぶっていう感じで立体になったんですよね。で改良前はここ平面でしたので、一つ一つのスリーポインテッドスターが浮き上がったような、すごくですね輝かしいグリルになったというのが一つ大きなポイントだと思います。ここが大きく変わりました。さあ、ちなみにライトなんですけれども、こちらの方はですね、LED のハイパフォーマンスライトが入っておりますけれども、ここもEQ らしいですね、少し丸みのある大きなユニットが使われています。ちょっと光らせてみます。はい、スターターオンにいたしました。ライトオンにしてます。右左ハザードです。単眼の大きな瞳と、それから上に大きなポジションランプのユニットがあるので、ちょっとつり目なような感じで上のアイラインが強調されているような、そんな感じです。そしてこの LED のターンランプも非常に色が均一で大きいので視認性も高く、EV らしい先進感というのも十分に表しているかなと思います。さあ、そして今回ですね、オプションの幅がすごく広がったんですけれども、もちろんあれもあります。こちらの車はですね、250プラスのベースグレードとなるものから AMG パッケージがついてるんですけれども、 AMG パッケージになるとここのところにシルバーが入ります。はい、そもそも押し出し感の強いこの EQB の顔に立体のドットが入って、さらにこの下のシルバーが入るとすごくギラつきのあるですね、その先進感の強い顔により生まれ変わるという感じがします。そしてこの辺のですねインテークも結構しっかりしたサイズになっております。これはですね EV ですので、やっぱり航続距離を求めなければいけないということもあると思います。さあ、ここのインテークなんですけれども、しっかりとですねこのフィン形状が立っていて空気を横に流すというような感じで、このクラスは B、ベース、EQB なので小さいクラスではあるんですけれども、しっかりとそういうところも走行性能と、それから航続距離も多分あると思いますけれども、あとですねやっぱりEV 重いのであまりバタバタしないように整流を整える、車の姿勢を整えるっていうこともあると思うんですが、ここのところにちゃんとインテークがあって、タイヤハウスの方に空気を流し、冷却ももちろんあると思います。いろんな意味でこの空力っていうのをねすごく考えられているなというのを感じます。ちゃんと貫通してます。とにかくですね、この辺のしつらいがすごく綺麗になったので、AQB もともとですね私すごくデザイン優れてると思うんですけれども、さらにですね存在感を増したかなというような感じもします。どうでしょうか。はい、EV といえばやはりボンネットの中どうなっているのかね、最近は開かないボンネットもあります。例えば BMW とかだともう開かないので殺してあって、すごい普通に開く。しかもすごい普通になんかスカスカでした。ここね、なるほど、モジュール化してあるのか。すごい丸見え。最近珍しいぐらい結構ねカバーも何にもない感じになってます。ちょっとびっくりですね。はい、こんな感じのボンネットの中になっていきます。
この中もスカスカなんですけれども、ネパワユニットだけとなりますので、この辺はですね空間があってもおかしくはないんですけれども、ここもねやっぱ音があんまり出ないからなのかな、ここにあんまり養生いらないんでしょうね。そして、この辺はもしかしたら厳密にですねモジュール化されていて GL クラスとですね GLB とかなりユニットを共用しているというところもあると思います。いずれにせよこのボンネット非常に長くて、ここにスイートが入っておりますので、この鼻の長い SUV 感、スタイリッシュな SUV っていうのをですねすごく感じさせますし、敏捷性というのも同時に思わせるようなこの長いボンネットになっています。やっぱねボンネット長いとかっこいいですよね。はい、サイドビューです。サイドから見るとこの EQB のボクシーなですね SUV らしい堅牢さっていうのがね十分に出ているかなというふうに思います。この電長でしかも EV で3列目のシートまであるっていうと、かなりね需要があるんじゃないかなと思いますけど、意外とないんですよね。でしかもこのプレミアム感ね、ちょっとこうねしとやかな感じっていうのが出ていて、ここもメルセデスらしい魅力でもありますよね。サイドビューに関しては見た目の変更ほぼありませんが、改めて見てみると本当にねここにルーフレールがしっかりとあったりとかして、SUV のねシリーズメルセデス・ベンツ非常に充実しておりますけれども、中でもですねこの GLP と GLS それから、G クラスですねは割とちょっとこうねオフロードっぽいというかね角っぽいデザインなのですごく人気のあるシリーズでもあります。で GLC とかは逆にこう有機的なねラインのクーペ SUV みたいなのもあったりとかして、でこの選択肢がすごくたくさんある中で、GLB が若い世代に人気なのもなんとなくわかるかなっていう感じがしますよね。はい、個人的にはこういうところですね、結構ギラつきのあるデザインを作ってるっていうのが、逆にメルセデス・ベンツらしい堅牢さ、ドイツらしい堅牢さっていうのを表していてスタイリッシュな部分かなとも思っています。はい、タイヤホイールです。すいません、汗だくですいません。今年の夏は本当に撮影にきつい。さておき、今回ですねお借りした車は AMG パッケージが入っておりますので AMG パッケージのホイールが入っています。でこれがやっぱりね回収量がすごく多い EV の AQB ですから、これだけ細工がめちゃくちゃあっても意外とですねブレーキのダストがないんじゃないかっていうのを予想させます。なのでこうね細かいから洗うの大変じゃないかと思うんですけれども、ICE の車よりはメンテナンスは楽なんじゃないかなと。言うてでもね複雑なのでオーナーさんはもしかしたらちょっとね歯ブラシとかで洗わなきゃいけないかもしれないんですけれども、綺麗です。本当に自転車のスポークみたいにねちょっとクラシカルなスポークがたくさん入っているので、この細かいスポークが、先進的ではあるんですけれども、よくありますよね EV って割とこう先進的だからこそクラシカルなデザインを持ってくるっていう手法が、ポピュラーに見られるんですけれども、そういうところもですねちょっと意識してるのかなと思わせるような繊細なホイールデザインになってます。タイヤはですねピレリの P0 履いてますね。235の45の20インチということで結構薄くて大きなタイヤが入っているんですが、この奥見えますかね、このサスペンションがですね意外と何であれなので、ぜひですね試乗編の方もご期待いただきたいと思います。しかしこのピレリの柔らかさというかねくにゃっとした感じがこの EQ にすごい面白い味を与えているので、この辺はね後ほどレポート、この次の動画でね試乗でレポートしていきたいと思います。はい、リアビューです。リアビューも EQ らしいですね少し丸っこいデザインっていうのがかっこいいボディに入っていてすごく個性的な部分です。でこのリアのコンビライトも変わりました。で形状は変わってないんですけれども内部が変わったということなので少し光らせてみます。はい、それではもうブレーキ踏んでます。ライトつけてます。はい、実はこの辺からずっと光っております。ここからずっとつながってるんですよねライトが。だからすっごい綺麗なんですけれども、こんな風にね先進的ですよね。ずらーっとこうね一直線に貫いてライトの衣装が入っています。そして、はい、このウインカーの中もこれねフィンみたいにこう小さいユニットが傾けて入ってて、これが光ってるんですよね。だからすごいねここも宝石みたいに綺麗。最近ね欧州車でこのライトの中、特にリアライトの中をすごい凝るっていうねこの部材を凝るっていうですね手法を使ってますけれども、 EQ もねこういう風なライトの細工がなされております。綺麗です。さあそれではラゲージルーム行きたいと思います。ここのねメルセデスはこのでっかい3ポインテッドスターを押して開けるんですが、もちろん電動でございます。そんなにめちゃくちゃ広くはないんですが、それはバッテリーがあるとかねやっぱり EV ならではのこの言い訳というかね理由があるんですけれども、それでもですね、3列シートがありますので、十分に使えるんじゃないかと思います。で今日はですね私この後出張なのでちょっと荷物を分かりやすいように積んでみました。こんな感じです。
さあという感じですね。意外と物が入ります。でこの下に3列目のシートが入ってるんですが、3列目のシートを格納してあるとこんな風にですね、非常にこうね、SUV としても頼りがいのあるサイズになる。でこれが私のねリモの S サイズのカバンなんですけれども、機材バッグ、それからこの充電が入ってもこのサイズになっているというような感じです。すごい綺麗ですよね。マットを取るとこんな感じになっていて、赤のレバーと黒のレバーがあるので、赤い方を引いてロックを外し、そしてこれで引き上げる、黒い方で引き上げる、赤い方を引いて黒を引っ張って引き上げる、これで完成。結構簡単ですよね。で3列目シートを出すともうほぼラゲッジはゼロっていうような感じになります。はい、3列目シート立てるとこんな感じです。でここはもう本当にカバン1個入るかどうかぐらいのサイズ。言い忘れてましたが AMG パッケージとかになっているので、こうリアのねこの下のところもこんな風に少しね大きな細工が入ります。なのでここがキラキラしてるっていうのもあって、すごくプレミアム感を感じるリアビューになっております。愛用のカバン入れるとこんな感じです。もうパンパン、このカバンだけでパンパン、中にはパソコンとか入ってるんですけれども、このサイズのカバンで結構パンパンになっちゃうぐらいのサイズになります。さあそれではインテリアです。インテリアがねすごく変わったんですよ。でこちら見ていきたいんですけれども、まずはですね、こういうメルセデスのですねスリーポインテッドスターのトリムが入りました。でこれが色のところに入っててすごいおしゃれなので追ってご説明します。それからこのブルメスターのオーディオね、これもすごく今回ですねポイントになっているオプションです。さあそしてですねシートの方なんですけれども、これもねなんかね、でもね、こんなだっけな。なんか良くなったような気がするんですよね。ともあれちょっと乗りましょう。今日、危険な暑さなので、汗だくで体がやばいです。さあ、始動していきますよ。スタートはここです。はあ、エアコンって素晴らしい。さあログインという、ね、文字が出てきます。MBUX が第7世代になったっていうのも今回のポイントなんですけれども、こちらもですね、なんとタッチパネルとそれからステアリングのコマンドのみになりました。で、あれがないんですよ。ほら。この世代にあったここにねコマンドがあったんですよね。でこれが今の新しい、A クラス B クラスはインターフェースが刷新されまして、これがこのようなトレイのね形になって、ここにあったコマンドのあれこれがなくなった、コマンドのボタンがなくなったっていうのが、個人的にはちょっと惜しい部分ではあるんですよね。でそのコマンドが大好きだったし使いやすかったので、でも部品点数減らすとか、そもそも3つもコマンドいらないんじゃねみたいな話になったんじゃないかと思われるんですけれども、こんな風になりまして、ここはいい意味で言うとすごくシンプルになりました。とてもね、見た目に何もない、見た目にねこれを閉めちゃうとすごくミニマルなので、現代っぽいといえば現代っぽいですよね。でとにかくこの辺のミニマリズムを最近の車は進めていて、メルセデス・ベンツとってその辺は例外ではないというような感じです。そもそもでも部品点数が少なくて済むっていうのが企業側のメリットかなと思うんですけれども、個人的にはちょっと惜しいなと思うポイントではあります。ただここに独立したスイッチは残っていて、ビューのカメラのやつとか、あとねオーディオのボリュームのオンオフと、それから大小っていうのがここで、触れたりとか、あとね車両のダイナミックですね、これ走行モードを変えられたりとかするっていうのはここに残されています。でこれ開けるとドリンクホルダー2つ、それからこれが非接触充電、そしてこれがタイプ C の充電が入っていて、ここにも、このようにシガーソケットがついているという感じなので、割とガジェット的にはですね、やはり電動モデルというような感じもいたします。さあそしてですね、ニュースといえばこのステアリングも新しくなったっていうことなんですよね。でこのステアリングはそもそもこの前のですね全型後期型の E クラスから採用されたこのちょっとトンボみたいなね日本フィンのやつが入りました。でこれでMBUX のアシスタンスとかの機能が振り分けられていくんですけれども、こちらがこちら、こちらがこちらということで、上下にも機能が割り振られていて、全部静電式になっているのですごく使いやすいっていうのはあります。そして今回ですね、オプションでアドバンストパッケージっていう名前があって、それでもなんとちょっと見えにくいんですけれども、ここにですねヘッドアップディスプレイであったりとか、アシスタンスにね関する機能をですねまとめた上級オプションっていうのができて、でこれもこんな感じで設定されてるんですけれども、
非常にここもですね、お客様の声が非常に多かったんだそうです。で、それを受けて、このオプションを拡充させたということをおっしゃってました。それからこのステアリング自体も変わってまして、実はステアリングヒーターがついてます。で、ステアリングヒーターがついているのは、やっぱりですね、この空間全体を温めるよりは、ドライバーを直接温めた方が、燃費的に、というかね、燃費効率的にいいんですよね。なので、暖房でガンガンに温めるよりは、このヒーターとか、それからシートヒーターとかでね、ドライバーを温めて、燃費を稼ぐっていうような、エコ方式も取れるようになってるのかなっていう感じで、このステアリングヒーターが採用されました。と同時に、この、レーンキープアシストとかで、メルセデスはハンドルをですね、ちょっと戻してくれたりとかするようなアシストがついてるんですが、この、アドバンスドドライブというか、アダプティブクルーズコントロールの時に、前のやつはですね、トルク式になっているから、ずっとですね、運転が単調になってきて、直線道路とかでですね、ステアリングに手を置いてっても、ハンドル持ってくださいっていうアラートがね、バーって出続けるみたいなことが昔あったんですけれども、これは静電式に変わりました。ので、握っていればアラートはあんまり出ません。あんまりっていうのは、例えばこの辺とか持ってて、あまりにふわっと持ってたりとかしてると、たまに持ってくださいっていうのが出てきます。でもね、直線道路とかで出られてもね、持ってるわっていう感じがするので、その辺は、でもトルク式よりは良くなったかなっていう感じはしますね。で、メーターとかもですね、第7世代に MBUX がなってますので、本当に綺麗なのと、これ、EQ なので、やっぱりですね、この EV ならではの機能がたくさん入っているっていうのが、すごく良くて、で、この EQ メニューがあるんですよね。で、この EQ メニューは、例えばこのように、燃費、今ですね、私結構もう走ってきたんですけど、東京から千葉まで走ってきたので、割と60キロもっとか、70キロぐらい走ってんのかななんですけれども、まだ全然あるっていう感じなんですよね。で、最大 100% で今ここまで走ってますよっていうのが、こういうところにも見れますし、走行可能距離で見ると、今ですね、なんか増えてる。こんな感じで、例えばクライメートコントロール機能を制限すると、プラス5キロ増えますよ。で、シートコンフォートを切ると、これは0キロなんであんま変わんないですと。もうすでに制限されてますと。はい。制限しなくて私はいいんですけどね。はい。あと、インテリア機能を制限するとプラス3キロになりますよ、みたいな感じで、燃費にちょっと効果的なメニューが出てくるっていうのもちょっと親切かなと思います。あと、燃費なんですけれども、今のアベレージでこんな感じになってるよっていうね、この辺は多分ね、高速のアクアラインの出口ぐらいでちょっと踏んだかなっていう感じかな。こんな感じで可視化することができますし、もうね、メニューがすごい良くなったなと思ったのは、例えば、これね、メルセデスの EQ シリーズって、このパドルシフトで、例えば回声量が変えられるんですね。で、ここをプラスに押すと、ここに出てくるんですけれども、これがね、ちょっとごめんなさいね。今、そうか。こうすればいいのか。はい、ドライブに入れると、はい。こうやってやると D プラスね。で、マイナスのパドルを引くと D マイナスになるんですよ。で、この3段階で、この回声量が変えられるんですが、もう分かりにくかったんですよね。D マイナスって言われてもどっちやねんみたいな。で、それが、ここに最大回声とか出てくるんです。だから D マイナスにするとめちゃくちゃ止まります。もうワンペダルどころの騒ぎじゃない。もう、ブレーキを踏まなくても全然走行できちゃう。アクセルペダルをちょっとでも離したらグーって回声効くみたいな感じの最大回声が入るっていうのが D マイナスだよ。そして、はい。D にすると強力回声だよ。もうこれだけでも結構強力です。で、これもちょっとね、お話ししながら、次の動画でインプレッションしていきますね。で、これにすると通常回声になるので、もう本当にナチュラルに、IC のように走れるよっていうのがこの強力回声ということで、めちゃくちゃ見やすくなりました。いろいろとやっぱりね、世代が進んでくると、この EV のインフォメーションとかいうのもすごくわかりやすくなっていて、で、特にメルセデスのこのインターフェースっていうのはすごく、使い勝手のいいものですので、このように、ここでシュッシュってやっていくと、メーターもいろいろ変えれるんですけれども、例えば、はい、前面にすることもできますし、でこんな風に、アシスト機能に、アシスト画面にすることもできるっていうね、この辺も、非常にエモい画面で綺麗ですよね。こんな感じですごくやっぱりね、メルセデスのインターフェースっていうのは使いやすいですし、それに EQ の機能がついてもすごく使いやすくなったっていうのが、久しぶりに乗って、ええやんって思ったところです。で、ここですね。ここ。398キロ、マックス446キロということなんですけれども、通常走ると、300キロ、400キロ弱ぐらいで、電費が、電力がなくなるよ、バッテリーがなくなるよって話なんですけど、それを446キロまで伸ばせるよっていう目安も入ってて、でこれもすごく良くなりました。そもそも今
回ですね、バッテリー容量の拡大がされてて、走行距離も伸びているので、この辺は、普段の使用にね、一つ不安が、ちょっと軽減したかなっていう感じもします。ねえ、綺麗ですよね。さあ、そして、この第7世代のインターフェースになってますので、外部アプリも使えるようになっているっていうのも、ちょっと E クラスとかに、ね、引っ張られて面白いところではあるんですが、これですね。神経衰弱とか、エアホッケーとかもありますね。はい。こんな感じで、例えば Apple Music が聴けたりとか、Spotify 聴けたりとか、あと、Amazon Music にも対応してますね。ということで、これの中で、その外部のアプリにも対応していったよというのがあります。で、そもそも、この第7世代になってますので、はい、第7世代になってから何が素晴らしいかというと、はい、メルセデスがものすごく精度高くなりました。はい、今反応してますけどね。っていう感じで、この音声認識型の AI の精度もすごく良くなって、発話も認識してくれるので、ここもすごく使いやすくなったっていうのもちょっと言ってきますね。インターフェース以外の特徴としては、ここにですね、このキラキラがついたんですけど、ここにアンビエントライトが入ってて、これもバックライトで光るんですよ。で、このスリーポインテッドスターのこの柄がすごい綺麗なので、今日帰りアクアラインの中で撮影してみるので、ぜひ見てください。めちゃくちゃ綺麗です。そして、もう、朗報中の朗報といえばこれじゃないですか？私これ前回 EQB の動画で結構苦言を呈したというか、いや500万超える車で手動のシートアジャスターはないよねって言ってたんですけど、それは半導体不足のね、ちょっとかわいそうな時期に EQB の前期型って出た子で、このユニットがつかないぐらい半導体が本当になかった時期に EQB が出たんですよ。だから下のクラスは特にこの、シートのアジャスターが手動になってたりとかして、ちょっとかわいそうな仕様になってたんですが、この辺もちゃんとね、シートヒーターも入って、電動のシートアジャスターもついて良くなりました。ご安心ください。ね、今から買った人はちょっとね、いい感じの装備で乗れるんじゃないかなっていうふうにも思います。という感じで、非常にね、堅牢ながら綺麗な、ね、メルセデス・ベンツらしい、非常に硬質な、硬い感じのね、インターフェースとなっています。さあ、それでは、リアシート行ってみましょう。ね、めっちゃ広いんですよ。すっごい広いですよね、本当に。これ、デフォルトで借りてきたまんまのシートポジションなんですけれども、多分最大後ろに下げられててこれなのかな。すっごい広いですよね。足前の広さっていうのをすごく感じます。はい。で、ちょっと乗ってみますね。もう暑いので乗っちゃいます、早速。足入れもフットボックスが浅いので、意外とパッと乗れます。で、非常にですね、乗りやすい感じになってます。これ私のドラポジのままなんですけれども、うわ、すごいヒップが高い。そうか、この下にバッテリーが入ってるからなのかな。すっごいヒップポイントが高いです。めちゃくちゃ見渡しがいい。この前の見渡しが最高です。はい、実際に乗ってみるとこんな感じです。ヒップポジションが前席に比べるとすごく高いんですよね。なので、見渡しがすごくいいっていう実質的なメリットがあります。ただ、シートは結構硬くて、その体が、レザーシートなので、ちょっと少し、動いてしまうかなっていう感じもしないではないです。はい、シートベルトしてみますね。こんな感じ。どうでしょうかね。すごい広いです。本当にゆとりがあります。これ本当に3列シートっていうぐらいのゆとりがあります。ただ、やっぱり繰り返しになりますけど、ちょっとシートは硬めなので、コンフォートにくつろぐというよりは、ちょっとカジュアルな感じっていうかね、そういう感じを受けますね。はい、いきますね。はい、これまで前に行くので、でも前に行ったところで結構、それでも広いですね。じゃあ前にして3列目シートに乗ってみましょう。はい、倒します。ここでもいいのか。倒しますね。こうやって倒して、こっちでした方がぐっと前に行くのかな。はい、前に引きずります。そうすると後ろに乗り込めます。ほい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 。結構よっこいしょみたいな感じにはなりますけど、すごいドリンクホルダーとかもあって、結構ちゃんと乗れちゃうかも。はい、3列目シートこんな感じです。意外と意外とじゃないですか。毎回ちょっと意外とって言ってますけど、全然違うじゃん。これ一番前にまですると、こうか。これで固定か。結構あります。結構あります。この感じで膝前結構あります。でも、やっぱりエマージェンシーサイズだなって思うのは、この背中が割と切り立ってるので、長い時間、例えば6時間乗ってろとか言われると、ちょっとじゃんけんしよっか、みたいな、なんか助手席争奪戦みたいになりそうな気はします。ただ子供さんとか好きそうですよね。この密室感というか秘密基地感があるので、この辺は
そうそうです。子供さんとかだったら大丈夫かな。ちょっとでも大人だとランバーのサポートがあんまなくて、で、ヒップのところもちょっとこう、掘れてて、で、膝がこのようにですね、立ってしまうので、こう、座面から離れてしまうので、あまりですね、めちゃくちゃ快適というわけではないです。が、3列あるとないでは、やっぱりですね、もしもの時のですね、車ですからね、たくさん乗れた方がいいっていう方も多いでしょう。で、いいのは、このシートが、さっき申し上げた通り、ぺったんこになってラゲチになるっていうのが、やっぱりね、フレキシビリティっていう意味でもすごくいいのかなっていうふうにも思います。そして、ちゃんと広くて、ちゃんと、そうか、私の背だとここがギリギリ空いてるけど、大きい人だとちょっとついちゃうかもね。ここがね。なるほどね。だからやっぱごく非常用サイズと思ってもいいかもしれません。ただ、意外と乗れるし、意外とすっぽりしますし、ここにもドリンクホルダーがついていて、さらに、ここに USB のタイプ C もあるし、すごい。さすがメルセデス。EQB。こんなに気遣いがある車でした。というわけで今日はこちらメルセデス・ベンツの新しくなりました EQB250 プラスご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。いや非常にですね本当に良心的な改良だと思います。3列シートというですね電気自動車では非常に珍しいパッケージということもありますので、皆さんぜひですねこちらの方チェックしてみてください。それではですね次回は一般道市場をお届けしますので、こちらもご期待いただけると嬉しいです。それでは今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。